おはようございます。今朝の5時20分です。今日はシカゴ経由でケンタッキーに行きます。皆さんには約1分でケンタッキー州へご案内いたします。やっぱりお部屋空港大きいですね。なんか迷っちゃいそうです。中西部らしいですよね。竜巻が来た時に避難するところです。シカゴからルイビルまでは45分間のフライトになります。川の左側がルイビルになります。今オハイオ川を渡りインディアナ州からケンタッキー州へ入りました。はい、やっとケンタッキーのルイビルの空港に着きました。サンフランシスコ朝の1時に起きて、で結局空港を出てから全部で7時間ぐらいかかりました。アメリカって広いですね。早速ルイビルのダウンタウンにあるルイビルスラッガー博物館と工場見学をします。なんといってもこの大きなバットが目を引きます。メジャーリーグの選手たちも使っているバットの工場はどのようなところなんでしょう。今からワクワクしています。今から博物館と工場のところに入ってみたいと思います。これを開けまして、近くの壁には自分の好きなバスター・ポーズィー選手の名前もありました。レゴで作った彼の像がサンフランシスコジャイアンツの球場にあります。日本人選手の名前もありました。バットボルトでは今まで作られた約3000種類の全てのバットが保存してあります。有名選手が使ったものと同じ形式モデルのバットでボールも出ます。一番上のピンクのバットは地元出身の女優さんジェニファー・ローレンスさんのバットです。真ん中の点字の入ったのはスティービー・ワンダーさん用のバットです。あらかじめ時間が決められたチケットをオンラインで買っておきました。今ルイビルスラガーのミュージアム博物館のところに来ています。ここでは実際に試合に使われた有名選手のバットを握らせてくれます。こちらが人気がある人たちですね。ハンク・アーロンさんとかウィリー・メイ、サンフランシスコジャイアンツですね。すごい有名な人たちも皆さんご存知ベーブ・ルースさんじゃないでしょうか。自分はサンフランシスコジャイアンツのファンなのでウィリー・メイズさんのバットを握らせていただきました。貴重品なので手に持つところにはテープが巻いてあります。こちらでは時速90マイルのボールがどんなぐらいの速さで飛んでくるのかを体験することができます。ということで早速体験してみましょう。スタート。速っ。これが表に飾ってあるバットを移動させた時の写真だそうです。すごいですね。今
今までは写真も動画も撮れませんでしたが、今回は写真を撮ってもいいということで写真を撮らせていただきました。バットに使う木はすべてニューヨーク州とペンシルバニア州の境の森から取ってこられ、このような円柱円筒形に成形されます。メジャーリーグの選手たちのバットは彼らの特別注文の内容に従って作られます。木の種類、長さ、重さなど選手ごとに異なっています。メジャーリーグ、プロ野球選手たちのバットのみはコンピューター制御のこの機械で作られます。1本削るのに48秒しかかかりません。ここにやってきた選手たちはこの機械にサインを残して帰ります。こちらは一般の人々用のバットが作られるところです。バットを運ぶカートはバットモービルと呼ばれ、日本の明治時代からずっと今でも使われています。日本の王貞治さんもここのバットを使っていました。今ツアーが終わりました。すっごい良かったです。ということで、こちらはお土産屋さんですね。なんかいろいろ置いてあります。ちょっと見てみましょう。 T シャツかっこいい。デザインがかっこいいね。なぜかぬいぐるみまでありますね。バットとは全然関係ないと思うんだけど、ジャイアンツ、ジャイアンツこっちのあるよね。$114.99ね。自分の名前入れてくれるんですね。バットのペンまでありますよ。サインボールとかも売ってありますね。じゃん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 。ということで、ルイビルスラッガーズいかがでしたでしょうか。次回はケンタッキーダービーが行われる競馬場と博物館に行ってみます。今回もご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。See you next time!